こんばんは。あやねジャパニーズのあやねです。元気ですか？昨日の夜、息子に、リクエストをされました。面白いリクエストをされました。そう、真ん中の息子なんですけど、この息子はすごくユニークでユーモアがあって、とても楽しい性格をしてるんですけど、昨日のこのリクエストも面白かったですね。お母さん、明日の朝7時半に起こしてって言われました。だいたいいつもは7時くらいに起きてきます。そしてね、たまに朝活と言って自分でね、タイマーをかけて、アラームをかけて6時半、6時くらいに起きてくることもあるんですけど、その息子が7時半に起こしてと言ったので、なんでと聞きました。そしたら、やばい、遅刻やって、やばい、遅刻だって言いたいって言いました。漫画みたいにね、アニメみたいに、食パンを加えながら、って学校に走っていく。なんかね、そういうのがしたいと言ったので、じゃあ、わかったってやって協力するわと言って、7時半に起こしました。そしたら、私が声をかけた10分後くらいに起きてきて、ドタバタバタって階段を駆け下りてきて、そして、お母さん、食パン焼いてって言いました。そう。彼の中でもう遅刻してる、学生がパンを加えている、もうイメージが出来上がってるので、もうご飯とお味噌汁とお魚とかね、そういうおかずが、それではダメなんですね。日本の朝ごはんではダメです。なので、食パンを焼いて、そしたらね、彼はわざわざパンを、ちゃんとね、お皿と一緒にパンを持ちながら、うろうろして、髪の毛を直して、着替えてってしてました。結局学校にしっかり間に合ったんですけどね。でも、ちょっと楽しかったですね。うん。そう、日本人はすごく時間に厳しいイメージがありますよね。学校も実際朝のチャイムが鳴るのは8時半、8時40分くらいなんですけど、子供たちが実際に学校に着いているのは8時5分くらいです。8時5分か10分に学校に着いて、そこからね、朝休みというのがあって、朝お花に水をやりに行ったり、ちょっと遊ぶ時間とかね、読書する時間とかがあるんですね。うん。中学校では朝読書の時間というのがあって、朝学校に着いて、それから一日の準備をして、読書の時間があって、それから授業が始まります。社会人になるともっと時間に厳しいですよね。だいたいどの会社でも10分、15分前にはついていないといけないという感じです。9時に仕事が始まるとなっていたら、8時50分とか8時45分に会社に着いています。最近はちょっと守れない人も多い印象がありますけども、はい。私が働いていた時とかは、30分前に着くこともありましたし、うん、結構朝の準備がある仕事だったのでね、早く着いて準備をしてやっていました。なので日本の子供たちもこの社会に出た時のために結構学校でもね、時間をしっかり守った生活をしています。中学生からはもう成績と一緒に遅刻の回数もしっかりチェックされているので、それがあまりにも多いと進学できないっていうようなこともあります。社会に出てからだとあまりにも遅刻が多いとすぐにクビになったりもします。ただね、すごくきっちりとしているイメージがあるんですけど、例えば仕事以外で誰かの家に招かれた時ですね。誰かが家に遊びにおいでって誘ってくれた時は、ちょっと遅れていくのが
マナーだとされています。だいたい5分くらい遅れるのがいいとされています。あまりに早く行くとね、バタバタしてしまうのでね。ただ地域によっての差もありますので、この京都だと5分くらい。東京の方だとぴったり行く人もいますかね。あと、沖縄の方だと30分、1時間、2時間。結構ね、沖縄の人は時間にルーズだと日本の中でもすごく言われていますから、その日本の中でも差はあるんですけども、会社に行くときと家に行くときのこのマナーの違いっていうのがあります。皆さんの国ではどうですか？誰かに家に招かれたとき、誘ってもらったときは、ぴったり行きますか？それとも少し遅れていきますか？会社にはどうですか？時間ちょうどに行きますか？それともちょっと早く行きますか？海外で働いたことがないので、よかったらぜひ教えてください。それでは今日もお疲れ様でした。他のエピソードも聞いてくれると嬉しいです。おやすみなさい。